皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。この動画のトランスクリプトが欲しい方、もっと日本語を勉強するためのワークシートなども欲しい方、これからもこのポッドキャストを聞きたいからサポートしたいと思ってくれる方がいましたら、ぜひ Patreon か YouTube でメンバーシップに参加してください。皆様のサポートが大きな力になっています。ありがとうございます。では、今回は数の数え方について話していこうと思います。これは YouTube でコメントでくださった方がいて、これをやってみてはどうですかっていうので、確かに数を数えるのって本当にややこしいよなって思ったのでね、今回はそれを少しずつちょっとずつ一個一個説明していくようなエピソードにしようかなと思います。で、数の数え方って日本語を学ぶ上で避けては通れない、だけど本当にややこしいものだと思います。なので今回、数の数え方そんなにたくさんあるのかな、ややこしいのかな、全然知らんよっていう方はね、この1回聞いて覚えようっていう風にするのではなくて、へえそうなんや、そんな数の数え方もあるんだなぐらいに思ってもらえれば嬉しいです。で、確かに前勉強したけど全然分からへんかったわ、難しかったっていう方はね、あのこれでもう一回復習みたいな感じで聞いてもらえればなと思います。例えば英語だと one book, two books みたいな感じで、数字をねいくつあるかっていうのを伝えるだけで終わりますよね。で、日本人からしてややこしいのは、英語だと one だと book なのに two になると books になる、この S を後ろにつけるっていう概念は日本人にとったら難しいんですけど、日本語にはその S をつけるとかっていう概念がないんですね。でもその代わりに何を数えているか、本がいくつあるのか、スマホがいくつあるのかっていう感じで、何を数えているのかによって数え方が変わってきます。で、これは本当に種類がたくさんあります。本当にもう全部ね変わるんじゃないかって思ったりもします。スマホとか本でも違うし、紙の枚数を数えるのも違うし、コーヒーが何杯あるかとか、もう本当に全部変わってくるんですけど、今回は、日常でよく使う10個の数え方を、その例文とね、一緒に話していこうかなと思います。で、日本人でも全員が全員完璧に使い分けているっていうわけではないと思います。大体こんな感じで伝わるよな、みたいなそういう雰囲気で伝えている方っていうのも多いと思います。私もその普段日本語を使っていて、めちゃめちゃ意識しながら、こう、ものの数え方を分けているわけではないです。なんとなくでやっている部分はあるんですけど、それでもちょっと違和感があるっていう部分もあるので、これをマスターしてね、皆さんの日本語のレベルも上げていってもらえればなと思います。で、これを聞いた後は皆さんの日常生活でね、スマホってどうやって数えるんやったっけとか、紙はどうやって数えるんかなとか、リンゴは3つあるけど、どうやって数えるんかなみたいな感じで、こう日常でちょっとずつ意識して、その時は、どうやって数えるのかなみたいな感じで、こう毎日毎日使うように復習してもらえればなと思います。そうやることで、気づいたら覚えているっていう風になると思います。時間はかかると思うんですけど、毎日ちょっとずつ復習みたいな感じで、思い出してもらえればなと思います。ではまず一つ目の数え方なんですけども、本当に日本語を学び始めた初心者とか、もう数数える方法多すぎてわからんっていう方は、これだけ、この一つだけ覚えておいてください。それは、つをつけるっていうことです。例えば、一つ、二つ、三つみたいな感じで、物を注文する時とか、何か数える時はこうやって数えていきます。で、皆さんも数字は勉強した方が多いかと思うんですけど、例えば英語の1だと1ですよね。英語の2は2。
3は3っていう風になっていくと思うんですけど、ややこしいのが数え方によってこの数字123っていう読み方もちょっとずつ変わります。で、数字の後にひらがなのつをつけてものを数えるやり方。この場合は1つ、これが1ですね。2つ、これが2です。で、3つ、これが3。4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ。で、最後、10、10が10っていう読み方になります。なので、例えば日本でお店に行って、このメニュー1つください、このメニュー2つくださいとか、カフェラテ1つくださいみたいな感じで注文する時ありますよね。そういう時は、この1つ、2つ、3つっていうこの数え方を使っていれば絶対に通じます。お店とかでも、あ、この服1つくださいとか、何か買い物をしたい時、日本で旅行しているっていうだけだと、そんなになんか全ての数え方を意識しないといけないわけではないので、これから日本旅行行くから日本語を勉強しているっていう方は、この数え方、1つ、2つ、3つ、この数え方を覚えておいてください。これが使えれば、もう間違いなく困ることはないかなと思います。では次、2つ目が、さっきの「つ」と似ていて「こ」という数え方です。これはリンゴ1個とか卵1個みたいな感じで、物を数えるときに「こ」を使います。この1つ2つっていう数え方と1個2個っていう数え方、この2つが分かっていれば、本当に困ることはないかなと思います。これはさっきみたいな数字が、読み方が変わるわけではなくて、個の時は1個ではなくて1個です。で、2個、3個、4個、5個のように、数えていきます。例えば、お腹が空いたのでおにぎりを3個食べたというふうに言うことができるし、お腹が空いたのでおにぎりを3つ食べたって言っても違和感はないです。なのでこの「つ」と「こ」は似てるんですけど、例えばお店とかで日本を旅行していて、お店でコーヒーを一杯注文したい時、コーヒーを注文したい時は、コーヒー1つくださいだと理解はできるんですけど、コーヒー1個くださいって言うとなんかちょっと違います。なので、つの場合1つとかそういう場合はもう全部に使って OK。で、この場合はものに使うといいと思います。立体的なものに使うといいかなと思います。おにぎりとかだと1個2個でいいと思うし、卵とかでも1個2個でいいと思います。例えば、お母さんがね、子供に対して冷蔵庫から卵3個取ってきてみたいな時ありますよね。そういう時は、個を使ってみてください。では次、3つ目は冊です。これは本とかノートを数えるときに使います。本1冊、漫画1冊、2冊、3冊みたいな感じで、本とかノートを数えるときに使います。なので、例えば、昨日本屋さんで大好きな漫画を3冊買ったっていう風に使えます。これはね、いろんな場面で使えるものではなくて、本とかノートにだけ使えるのが冊です。で、次が匹です。匹っていうのは小さな動物に使います。例えば犬とか猫とか魚とか虫などにも使えるかな。そういう小さい動物に使います。これを聞いてくださっている方の中で動物を飼っている方もたくさんいるかなと思うんですけど、例えば私は犬を1匹飼っています。2匹飼っていますとか、私は猫を3匹飼っていますというふうに言うことができます。あとは釣りが好きな方、魚を釣るね、釣り、フィッシングが好きな方は、週末に釣りに行って魚を5匹釣りましたみたいな感じで使えるかなと思います。で、ちょっとややこしいのが、この匹っていうのは小さな動物にだけ使えます。例えば大きい動物、
象とか馬とか大きい動物いますよね。その動物たちに使えるのは頭という、頭と書いて頭って読むんですけど、馬だったら1頭2頭とか、象も1頭2頭みたいな感じになるので、これはちょっと応用編っていうことで、多分皆さんが普段よく触れるであろう動物、犬猫とか魚に対しては匹を使ってみてください。で、あと問題なのが、これはね、ちょっと数字によって読み方が変わります。一つ one dog だとすると、犬1匹になります。で、two dogs は犬2匹になります。three dogs は犬3匹になります。なので、ピキ、ヒキ、ビキというように変わっていきます。で、4、5、6とその後に続くものは、four dogs は4匹、five dogs は5匹、six dogs は6匹になります。6匹になって、seven dogs は7匹、eight dogs は8匹、で、nine dogs は9匹、で、10 dogs は10匹になります。めちゃめちゃややこしいですよね。もうこれは本当に覚えてくださいとしか言いようがないんですけど、匹はね、数字によって数え方が変わるので、数え方が変わるというか、ちょっとずつ発音が変わるので、それをもう毎日復習して、毎日声に出して覚えてみるっていうのがいいかなと思います。ちょっともう一回、1から10まで数えていきますね。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、7匹、8匹、9匹、10匹。こんな感じで変わるので、ぜひ、毎日ね、復習して覚えてもらえたらなと思います。では次、これもよく使うんですけど、次は枚です。平たいものを数えるときに使います。よく使うのは紙、paper ですね。紙を数えるとき、1枚、2枚、3枚というように使います。で、あとはお皿ですね。ご飯を食べるときに使う平たいお皿。あれも1枚と数えます。お皿1枚、お皿2枚、お皿3枚食器棚から出してみたいな感じで使えます。あとは T シャツとかチケットなどにも使えます。T シャツ3枚買ったとか、映画のチケット2枚手に入れたみたいな感じで使えるかなと思います。T シャツだとお店とかに行って、例えば、すいません、この T シャツ同じもの2枚欲しいんですけど、てんてんてんみたいな感じで使えるかなと思います。チケットも同じで、映画を見に行く時とか、コンサートに行く時とか、最近はもうデジタルになってチケットをね、見る、使う場面っていうのは少ないかなと思うんですけど、でも、まだありますよね。その場合はチケット1枚、2枚、3枚という風に数えます。で、紙もね、最近は紙あまり使わないっていう方もいるかと思いますが、紙1枚、紙2枚、紙3枚という風に使います。この枚の数え方、本当によく使うので、ぜひ覚えておいてください。では次、6つ目は本です。これは細長いものを数えるときに使います。例えばペンとか傘とかボトル、そういう時に使います。筆箱の中にペンが4本入っていますとか、ボトルだと冷蔵庫の中にビールが4本入っていますっていう風に使えるかなと思います。ペットボトルの水とかお茶、これはね、本です。カバンの中にお水3本も入ってるよみたいな感じで使えるので、本イコールちょっと細長いものって思ってもらえればいいかなと思います。これも読み方が筆記と一緒で変わるんですけど、例えばお水のペットボトル、そのお水が1本、2本、3本、4本、5本、6本のように、筆記と同じ感じで、こう
変わっていくので、それも覚えておいてもらえたらなと思います。で、次、7つ目は台です。この台は機械とか乗り物に使えます。例えば車ですね。車は1台、2台というふうに数えて、スマホとかパソコンとかテレビの電子機器ありますよね。これもスマホ1台、パソコン1台というふうに使えます。あと洗濯機とかもそうですね。1台というふうに数えます。なので、車ね、乗る方、車を何台も持っている方は、私は車を1台持っています。車を2台持っています。車を3台持っています。みたいな感じで使えるし、あとスマホとかパソコンだとね、1つだけじゃなくて2つとかそれ以上ある方もいるかと思うんですけど、私の家にはパソコンが3台ありますとか、3台のパソコンを同時に使いながら仕事をしていますみたいな感じで使えるかなと思います。車とかこのスマホ、パソコンっていうのはよく日常でも出てくると思うので、車、スマホを数えるときは台というふうに覚えておいてください。では次、8個目ですね。それは着です。で、この着っていうのは服を数えるときに使います。でも、ちょっと待って。さっき T シャツは枚やったやん。T シャツ1枚、T シャツ2枚って数えてたやんってね、思うと思うんですけど、その通りで、服によってもね、数え方が変わってきます。で、T シャツは1枚、2枚、シャツとかも1枚、2枚なんですけど、スーツとかコートとかジャケットは1着、2着で数えます。これは本当にややこしいと思うので、1つとか、そういう風にまとめて、もう1つの、言い方だけを使うって決めてもいいんですけど、もうちょっと細かく分けるとしたら、スーツとか、コートとか上に羽織るジャケットとかは1着、2着で数えます。で、例文だと、来週から新しい職場で働き始めるから、スーツを1着買ったとか、こんな感じで使えるかなと思います。では、9個目ですね。9個目は、はいです。これは Yes のはいではなくて、ものを数える時のはいなんですけど、これは、さっきもあったコーヒーとか、ラーメンの丼ありますよね。あれとかも、ラーメン1杯とかラーメン2杯みたいな感じで数えることができます。なんか例えば、お水とかコップで1杯2杯とかだと、例文としては朝起きた後はコップ一杯の水を飲んだ方がいいよ、みたいな感じで使えるかなと思います。で、なんか料理のメニューのところには、一杯何円、二杯何円みたいな感じで書かれているところもあるかなと思います。コーヒーを注文するとき、お店で何かを注文するときは、コーヒー一つのように注文することができるんですけど、自分がコーヒーを何杯飲んだか、いくつ飲んだかっていうのは、コーヒーを一杯飲んだ、コーヒーを2杯飲んだみたいな感じで言えるかなと思います。例えば、コーヒーを3杯も飲んだけど、まだ眠たいみたいな感じで言えるかなと思います。では最後、10個目ですね。これで終わりです。最後は人です。で、人は人を数えるときに人と言います。でも注意点が、2つあって、1人の時、one person の時は1人って言います。これは1人ではなくて1人って言います。で、英語で言う two people の時は2人と読みます。数字はね、1プラス人っていう感じ。2プラス人っていう感じなんだけど、読み方が変わって、one person の時は1人で、two people の時は2人になります。で、その後は3人、4人というこの漢字、そのままの読み方で3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人という感じで言えるかなと思います。
なので例えばレストランにね、ご飯を食べに行った時に何名様ですか、何人ですかって聞かれた時に、4人ですとか、2人ですとか、そんな感じで人数を言う時に、この人を使って人数を伝えます。で、この人はね、皆さんも使う機会が多いと思います。旅行に来て、1週間日本に滞在する。で、その時に絶対使うであろう言葉がこの人だと思います。お店に行くと何名か伝えないといけないですよね。で、その時に、2人です、3人です、4人ですみたいな感じで、旅行する時の人数を最初に把握して、それを日本語で何て言うか、5人グループだったら、5人っていうのを言えるようにね、練習してみるといいんじゃないかなと思います。今回は日本語の数え方についてお話ししてみました。皆さんこれでちょっとは理解が深まって、いつどんな単語を使うのかっていうのがね、理解できたり復習できていたら嬉しいです。で、10個今挙げてみたんですけど、これでも一部なんですよね。本当に他にもたくさんあります。めちゃめちゃたくさんあるんですけど、まずは私が例に挙げた10個を覚えていくといいんじゃないかなと思います。で、人によってよく使う単語っていうのも違ってくるっていうのは当たり前ですよね。本をよく読む方だったら、1冊2冊みたいなこの本の数え方は知っていた方がいいし、よくカフェに行くレストランに行く方だったら人数を伝える方法とか、注文する時に1つ欲しいのか2つ欲しいのかみたいな感じで、自分がよく使うシーン、よく数字を使うシーンを思い浮かべて練習してみるといいんじゃないかなと思います。なので今皆さんがこれ聞いてくださっている時に周りをちょっと見渡してみて、そのものをね、数えられるかっていうのを練習としてやってみるといいんじゃないかなと思います。例えば、今私の目の前にはコップが2つあるんですけど、水とコーヒーが入ったコップが2つあるんですけど、コーヒー1杯と水1杯あるみたいな感じで言うこともできるし、スマホが1台あるなとか、そんな感じで身の回りを見渡してみて、何が何個あるか、どうやって数えるかっていうのを練習してみるといいんじゃないかなって思います。で、他にもね、これはどうやって数えるのとか、この数え方はこれで合ってるのとか、疑問に思うことがありましたらいつでもコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。で、もう本当に何もわからないから一つだけ覚えたいっていう方は、1つ、2つ、3つ、4つ、5つのようなこの数え方をマスターしてこれを使うといいじゃないかなって思います。では今回はここまでになります。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。